皆さん、こんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークの時間になりました。よろしくお願いいたします。さあ、今日は楽しみにしておりました。ですね、今、26日まで、お彼岸でですね、はい、亡くなった人を思ったりですね、またはこう僕たちのこう魂の修行みたいなのをする、日にちでも期間でもあるわけなんですけども、そういう意味でですね、僕らの魂とか、亡くなった人の魂、またはこの宇宙、地球のですね、エネルギーをこう感じていただくというか、そのために僕たちが何ができるか、亡くなった人のために何ができるか、そういうことを考えてですね、そうだ、椎名さんを呼べばいいと、椎名さん、軌道修正ヒーラーという形でですね、僕みたいな、メッセージもらったりとか、いろんなことをやられてもいらっしゃるんですが、お経と祝詞にもですね、すごく勉強されて、いろいろ使ってですね、いろんなことをされてるということで、はい、この間一緒に飲んでた時に、それやってくれないみたいな感じになってですね、今日はお経、そして祝詞をいろいろ教えてもらったり、またはですね、それを読んでいただく最後のヒーリング、50分からヒーリング会員エネルギーも送りますが、その時もですね、はい、読んでいただくということです。もう今日はめちゃくちゃいい感じで、楽しみなので皆さんよろしくお願いします。ちょっと簡単に。おはようございます。おはようございます。のんちゃんこんばんは。よろしくね。福前さん、きらさん、しらさん、皆さんこんばんは。よろしく、こちらこそよろしくお願いします。そして、はるかさん、しーなさん、皆さんこんばんは。でーふ。はい、今日のお題はとっても楽しみなのでよろしくお願いします。けいこさん、早めに来ちゃった、そっち皆さんこんばんは。こちらこそよろしくお願いします。かめさん、こんばんは。よろしくね。みおさん、きらさん、皆さん、今日はもうお経を読んでですね、みんなで波動上げでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、お待たせいたしました。それでは、しなさん、よろしく、大丈夫ね。よろしくお願いします。じゃーん。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆様さあ、今日は、すいません。椎名さん、2回目ですね、僕の番組で。僕が椎名さんの番組に出させてもらったりもしてますので、椎名さんも YouTube やってるので、ぜひ皆さんそちらの方も読んでいただきたいということなんですが、はい。椎名さんは、普段は何をやってるか、ちょっと簡単に説明していただいていいですか？はい。私は東京都目黒区都立大学というところで、サロンをやってます。そうなんですね。はい。ネイルサロンと、このスピリチュアルのサロン、一緒です。はい。そうです。両方やってらっしゃるということで。で、この今日のですね、お経とか祝詞っていうことなんですけど、これは、どんな感じで始めた？なんでこのお経、祝詞の勉強されたんですか？はい。私が、約23年前ですか、に、師匠についてたんです。今も生きてらっしゃるんですけどね。で、その師匠が東洋の方で、お経と祝詞でいろいろ、それこそ軌道修正をされていくんですよ。こうやってガチャガチャしてるものをカチャカチャって合わせていく。なるほど。それで、私どちらかというと、本当は魂的というかね、後ろは西洋系なんですけど、習ったのが東洋だったので、で、日本にいるから東洋系で学びました。なるほど。日本人に生まれた、そういう意味があるのかもしれないですね。はい。それで、お経とか祝詞とかを、その先生について学んでいったっていう感じなんですね。そうなんです。はい。この、椎名さんにとって、お経とか祝詞って何なんですか？私にとって何なんですか？何なんですね。なくてはならないものですね。なくてはならないもの。本当にね、整えてくれるし、スピリチュアル全般でもそうなんですけど、昔ってこう見えても私とってもネガティブな思考回路の持ち主だったんですよ。そうなの？全然そんな風に見えないわ。でしょ？本当にこんなジェットコースターでいっつもこんなね、なんていうの、底辺まで落ちたらいってらっしゃいみたいな感じだったのね。日本海峡行ってますみたいな。でも、ハイキングの時はもうエベレストまで登ってますみたいな人だったんですよ。なるほど。だけど、こうやって毎日整えていくと、ここまで落ちることがなくなって、同じようなことがあっても、今もこれぐらいとか、これぐらいっていう風に、なんでしょう、サウナじゃないけど整います。なんか波動が上がってくるって感じ？めちゃくちゃ上がります。周波数違うので、今の自分を上げてくれますよ。
なるほど。なんか、よくこういう風にね、お経とかをやるとか、お経を読むといいですよとかって僕も話したりするじゃないですか。そうすうん、ると、なんかどれでもいいんですかとか、あうん。とはこう、短いのでいいですかとかって言ったりするんですけど、その辺はどうなんですか？シーラさん的には。はい。どれでうん。もは良くないです。どれでもは良くない、やっぱり。良くない。うん。やはり、後でもお話、アキラさんうん。とお唱えしましょうって言った、万能にはいはい。優しい万能なもの、包んでもくれるものから、うん。厳しくバシバシと、やはりちょっとお勉強、修行うん。した人じゃないと、そのお経をね、使いこなせないものとかがあるんですよ。そうだよね。うん。だから、使いこなせないってどういうことですか？なんか悪いことが起こっちゃう。ことはないんだけど、自それは分がないんだけど。しちゃうとか、うん。自分がエネルギー酔いをしちゃうとか、なんでしはあはあ、なるほど。強うんうん、すぎて。強すぎて。そう、だから逆に悪いことが起こっちゃったって思う人もいるかもしれない。うなるほん。どね。あ、ちょっとミキだって、ミキさんもアキラさん、お経もノリとも好きって言って、安定感、落ち着け出てくるのかしらって言ってますけど、あるとそんな感思う。じかな。うん。はい。そうそう、だなって自転車るほど。とかもさ、ママチャリとさ、マウンテンバイクとさ、あと競うん。輪で乗るのって違うでしょ。あ、そうね、全然違うね。そんな感じ？そんな感じで思ってくれるといいかも。なるほど。そうなんですね。まあ、そういうん。う奥が深いということで、だから、そのお経とか祝詞とかいろいろあるけど、まあ、なんていうかな、これはどういう時に読むかっていうの決まってるんですよね、一応はね。一応ね、名目うん。あります。名目ある。まあ、そういうはい。のをちょっとこう、やっぱり理解した上で、うん。使ったりした方がいいってことうん。ですよね。まはい。あ、しかも、そう。まあ、これは好きなものでいいうん。んですよね。例えば今日もね、うん。私が読んでほしいって言ったものがあるんですが、まあ、それは僕の好きなやつでうん。やってもらうわけなんですけどもね。はい。うんうん。ちなみに椎名さんの好きなのってあるの？ええ、私好きなのお金とうん。か。あ、そうじゃない。ノリとかお経で。お金そんなことで私も若い子が好きよ。負お金が好けてないわ。きよ。うんえ、うん。私が好きなのは、そううん。ですね、うん。こうなんだっけ、虚空蔵菩薩様、ほう。の、はい。お経が好きです。うん。あと、摩利支それは、天咒、虚空蔵菩薩ど様が整えてどういくれる。ほう。うんうん。整えてくれる。すべて整えてを整えてくれるの？声でも整えてくれるし、あと道うん。を開いてくれたり、白黒はっきりしなくてグレーでもいいんだよっていう、自分自身を尊重してくれる。うーん。うん。なるほどね。そう。そういうのでもみんな大切ですよね。あとでも邪念とかも取ってくれる。ああ、なるほど。うん。ちょっと邪念ということで、うん。すいませうん。ん。途中なんですが、のんさんが片思いの会社の後輩の女の子の気持ちがわからなくて苦しいです。わからなくていいのに、彼女の気持ちを知りたいのとどうしたらお付き合いできるか知りたいです。もうね、そういう、これも本当に邪念とかがいっぱい来てますね、のんさうんん。もうね、そううんいう時っていうのは、あうん。んまりこう彼女のこと考えないで、こううん。自分のこととかやりたいこととか運動するとか言って、こうエネルギーを整えること、お経を読むこと大切ですね。今日はお経をたくさん椎名さんに読んでいただくので、ちょっとそれを、その場所を何回も聞いて、ちょっと心を静かにしてください。整えてください。でもなんか、そういうことですよね。そうそう、だってこういう時こそお経を読むといいってことですよね。だって自分が彼女に念を送ったらさ、彼女余うん。計振り向いてくれなくなってしまいますから。そうなのよ。強すぎるとそう。ね、嫌がられるからうん、ね。卒業の方がベタベタしてるんだよね。うん。亡くなってらっしゃる方より。うんうん。うん。生き量になっちゃうからね。そ生きてるうそうそう。人の思いっていうのはやっぱり亡くなった人よりも強いから、うん。やっぱり今ね、のっちゃんあんまりいいもの出してないから、ちょっとお経とか、今日やるようなやつとか読んで整えるといいかもね。うん。そうすると自分が整うし、波動も良くなるから、うん。そういう恋愛とかもうん。いい形になっていくってことだもんね。はい、もうその通りですよ。そうです。そうでうん。すよね。はい。まあ、今日はですね、ということで、皆さんがよくご存知の般若心経をうん。後でちょっと椎名さんに読んでいただきたいなと思うんですが、まあ、般若心経っていうのは本当に、いろんなところで使えるし、いろんな場面で使えるじゃないですか。だから僕的にも、なんか困った時は、般若うん。心経っていう感じがするんですけど、椎名さんはどう思います？もう、アキラさんそれバッチリです。バッチリです。うんうんううん。ん。なるほど。般若心経はもうん。う万能なんですよ。
万能。そうね。だから、そうね。どんなことにでも、もう一つに特化してないんですよ。うん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 悲しいうん。時でも苦しい時でもいいし、その恋愛の時でもいいし、うんあの、うんなんでしょう、人間関係がうまくいってない時とかでも、うん。なんでもいい。本当に何にでも万能なんだね。うん。そうだよね。だから迷ったら般若心経を読むというね。般若心経っはい。ていうのをこういろいろ本も出されてるから、どういう意味だったかっていうのもね、説明されてるし、なんはい。かクー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 、ムそう。ームームームーとか言っていろいろありますが、いいですから。あれってさ、なんかこういろんなこう取り方があるじゃん。うん。あれ、般若心経っていうのはどういうものなんですか？どういううん。ことを教えてくれてるっていうか、まあ、一言で言うの難しいと思うけど。もう世の中は空であり無だよって言ってるので、うん。もう、あと、収束節週は、これだけ言ってれば大丈夫さ。ギャテギャテ、ハラギャテ、ハラソーギャテ、ボージソーカ。これだけ言ってれば大丈夫さっていうあ、こと。そういうあれなんだ。だからそうそうそう。そこがすごくうん。強いと言われるんうん。だね、エネルギー的に。ここが真言で、最初は説うん。明文になってます。おお、そういうことか。そういうこちょっと。と、なうん。るほど。だから僕はたまにね、般若心経を読んでるんですけど、やっぱり長いから、ちょっとうん。毎日するのしんどくないんですよね。ねっていう人がいてて、そういう人に、ここだけの話だけど、最後の3行だけでもいいから読んだらいいわよ。ちょっと、そうなんですかみたいな感じで言われる方がいまうん。すが、はい。気がついたらだけで。はるかさんも言ってます。般若心経の最後の方のギャーテギャーテのマントラはそこだけでも効果あると聞いたことが、まさにそうですよね。まさにそうです。そこだからっていうことで。はい。ミそう。キミキさんが面白いこと言ってくださってますね。うん。オンマキャラソワカだ。年々だから。音楽キャラヤソワカじゃないかな。キャラやソワカか。そううん、か。音楽キャラヤソワカ、音これ、楽キャラヤソワカ。そうだね。うん。分かれ目がちょっとあれになっちゃうけどね。はい。うん。こういうのね、ノリと結構入ってますよね。お寺とうん。か行ったりするとね、それをうん。こう読むといいっていうのがね。うん。はい。なんか、みおさん、私は真言宗信に、小学校の号。頃からご縁あり、とつき先も真言、おお、すごい。般若心経とか、十三仏っていうの真言とか読むと落ち着きます。うん。だからこういうなんか自分が読んで縁のあるやつとか、うん。これすごく好きなんですとかっていうのでも、まあさっきみたいにね、ちゃんとこう、まあ内容分かって、どういうもの、どういう時に読むといいかっていうのを分かった方がいいけど、でもそれでいいってことですよね。そうですね。今耳の触りがいいものとかもあるじゃないですか。うんうんうんそしたらそれって絶対上の方のメッセージで、ちょっとこれ、うん。うん。あなたにとって今いいんじゃないっていうのもあるかうん。もしれないから、ああ、なるほどね。だから何だからこれをひたすら唱えなきゃっていうわけでもない時もあるんですよ。さっきの音うん。楽キャラヤソワカって、うん大黒うん。天神教の中のご神言で、まあ、大黒はいはい。天みんなお金ってやっぱ思うじゃないですか。私がさっきお金おうん。金だからいけなうんいかもしれないけど。うんうん。大丈夫。で、なのですが、あれって黒いものを取り去るとかにも強いんですよ。ほう。なうん。るほど。そう、だから本当はお経の本とかだとお金って書いてないんですよ。おお、そうなんだ。うん。だけど、ね、今一般的に大黒天でこうやってね、なんか背負ってるものとかがメインにうん。なってるから、うそっちがんうん。前面になって、やっぱちょっとキャッうん。チーだったりもするし、うん。現実生きるのにもお金って必要だから、そこうんの、うん。皆さんエビス天と大うん。黒天をされてるけど、うん。うん、でもそれやってると黒いものが取れていくから、そのお金の縁も結ばれていくし、他の縁も結ばれていくのかもよっていうありが感たいね。じがたい。本当ありがたいよね。ちょっうん。と、のんさんがですね、私はアキラさんの声で落ち着きます。そうしてください。私もヒーリングのエネルギーをいっぱい流うん。しますのでね。うん。そして、椎名さんっていうのは、このお経を読むときにうん。気をつけてることとかってあります？例えば声とか、なんかありますかね？まあ、ちょっとね、専門的になるといろいろあったりするんでしょうけど、難しいうん。こととか、そうじゃなうん。くて、こう、一般の人がお経を読むときとかうん。に気をうん。つけた方がいい。こうすると、さらに良くなるうん。よとか、あるんですかね？お経も祝詞もうん。決まりも規則は本当はないです。ないんだ。うん。自由でいいんです。うん、だから、なるほど。読もうがゆっくり読もうが自うん。由なんです。うん。うん。気持ちが落ち着くところとか、静かうん。なところで最初は集中される方がいいとは思うけど、うんうでも、ん。満員電車の中で読みたい、唱えたい時とかもあるじゃないですか。今うこのんうん。時間嫌だなとか。ただ自うん。分だけ息作っちゃおうっていう時とか、うん。なんでしょうね。ノーマクサンマンダーバーツラダンセンダーマーカルシャーうん。ダスワうんたらたあかんまんで不動明を唱えたいって
ここだけはっていう時は、こんな揺られても言っててうもん。うん。思います。ああ、もうね、だから特にこう決まりがあったりとか、こうでないといけないとか、静かでないといけないとか、そういうことはないってことですね。はい。お坊さんじゃないああ。じゃないですか、私たち。なるほど。たまうん。にね、僕もね、お不動産行った時にね、土木さんがバトラーダウンだよとかって言ったりするとね、バーッと後ろの方でね、拝んで言ってる僕に向かって、これ、なんか手を合わせてる人がいて、うちの母親とか、あの人今、あんたに拝んどったね。まあ、ありがとうございますっていうことなんでしょうけどね、そういう、本当にそういう意味で、まあ、お経っていうのはなんかありがたいものですよね。だってそれを歌うことで自分だけじゃなくて周りの波動とかも変えてしまうということですもんね。そうです。周りのエネルギーも整えてくれるので、やっぱうん。ざわついてたりするものがスーってなったり、自うん分だけがうん。スッといられる状態になったりしますよ。うん。なるほうん。どね。うんそしうん。て今、お盆じゃないですか、ちょうど。うん。あ、お盆じゃない、ごめん。おうん。彼岸じゃないですか。うん。それでね、こう亡くなった人とかのことを思うとかっていう、ちうん。ょうどそういう時で、まだね、うん。3日ほどありますが、僕ははい。すごく亡くなった人とかにもお経とかをね、あげてあげるとすごく喜ばれると思うし、とうん。思うんですけど、はい。椎名さんはそういうん。うのってやったりしてます？します。ちゃんとうん。帰り道が、でもお彼岸だけに特化したわけではないうん。けど、そうね。うん。うん、帰り道がわからなくなってる例とうん。かを、こうん。ちらの道ですよってお教えうん。するためのお経とかうん。もあります。そういうのもあるんだ。でもそれってさ、なんかこう、ちょっとこう、亡くなって迷ってる人をさ、こう、上うん。の世界に上げてあげるって言って、ちょっとこう、うん。簡単な気持ちでやると、うん。怖いことが起こるとか、そういうのは大丈夫？怖いことは起こらないと思うけど、うんうそのん。経はめちゃくちゃ長いから、うん。まず自分長いんだ。そうそう、長いんですね。あとね、自分がちょっとしっかりしてないと、うん。全部読んでるよりは、ちょっと一節だけで、ちょっと、私から離れてくださいとか、ほんとに真摯な気持ちでお帰りくださいっていう時には、そのご神言だうん。けの部分だけ唱えても。ああ、なるほどね。だからうん、そういうなんかご神言のとこだけで、うん、覚えておくといいかもしれないですね。うん。それもあれですよね。いろんな人含めてですね、ついてるとかじゃなくて、ちょっとなんかこはい。こにいるとか、いううん、人も全部含めてっていうことですうん、よね。うん。そうおそお、いいですね。う。うん。これちょっと面白いのが、ジュリさんがですね、お邪魔いたします。お邪魔じゃないわよ。はい。般若うん。心経の写経をしてみようと思っていますが、写経より読んだり唱えたりする方がおすすめですか？これもいい質問ですね。もうどちらでもいいですよ。関係ないってことで関係なすね。い関係ない。うん。うん。まあ、もうなん両方するといいね。でも、うん、なんかね、うん、米高度っていうんですか？どちらうん。写経でも、どれだけ気持ちはい。こもったかあとは無で込めたかとか、そういったものを、うん、なんかさ、うん、はみたいなさ、仏説マーカー、はにゃはらみたいな心経、はみたいな感じでいうん、るよりは、うん。静かに唱える方が書く方がいいと思うし、ね、もう書きながうらテレビんうん。見ながら書いてたらまた意味がないじゃない？そうだね。やっぱりちょっと集中するというか、そういうものにした方がいいってことですうん、ね。そのエネルギーになりなるほど。ますからね。うん、エネ思いルギとかね、そのーね。時のね、自分うん。のエネルギーとかがね。なるほど、面うん。白いです。なんうん。か、ハトさんは、私は子守歌のように父のお経を聞いて育ったので、これもいいですね。心を落ち着かはい。せたいとき、自然と心の中で唱えています。これすごくいいよね。うん、素敵です。なんかね、自それで然にそれが入ってる。うん。覚えちゃってる人いますよ。うんうん。うんうん。いますよね。そうそう。ある意味ありがたいですよね。ありがたい、いいお父様。はい。うん。みおさんは神棚に般若心経を創上するときの、うん。創上でいいのかなこれ、祝詞がありました。般若心経オールスター。まさにね、さっオールスター。き言われてるものです。そう、オールスターですね。はい。じゃあ、まあ、ちょっとですね、うん。その般若心経、皆さんね、よくご存知うん。の般若心経でございますが、そろそろ椎はい。名さんにちょっとうん。一回読んでいただいてですね、皆はい。さんエネルギーを感じていただきたいなと。うん。はい。そしてはい。もし、ね、読める人、または、ちょっと読んでみたいなっていう人は一緒に唱えてもいいかもしれないですね。この椎ね。名さんと。うん。はい。ではちょっと早めで椎名さんにちょっとうん。ちょっと、読んでいただいて行きよろましょう。しいですか？はい。僕もそ行きまのエネルギーを感じてみたいとます。思います。では、椎名はい。さんに般若心経を読んでいただきます。よろしくお願いします。はい。仏説マーカー、はにゃはらみた信用。漢字財宝作業時、はにゃはらみた辞書、剣音、海空洞、一切空役者、利子式。
不意空空不意識式即税空空即税式。重創業式薬部尿税シャリシ税商法空想。不詳不滅不空不上不増不減税航空中無式無重創業式。無限に微絶心に無識症公未速報無限界内し無意識界。無無明薬無無明人内し無ロッシー薬無ロッシー人。無空襲滅の無知薬無得意無所特攻膨大サッター。般若ハラミダ更新無形芸無形芸公無空不音理一切天道無即行涅槃。三世小仏般若ハラミダ高徳アヌクタラ三脈三宝来。高知般若ハラミダ税大人種税大名種税無常種税無東道種。農場一切空真実風光公説般若ハラミダ収束説収圧。ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソワカ。ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソワカ。ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソワカ。般若心経。ありがとうございます。ありがとうございます。ギャーテのとこ3回読んだね。本当はね、7からね、13ぐらい。あ、そうなんだ。奇数がいいですよ、奇数。なるほど、いいことをお伺いしました。大事なご神がいっぱい唱えた方がいいと思いますよ。そうか。奇数でね、やるといいってことですね。はい。いや、でもあれですね。もう最初の般若心経ってこの最初を唱えるじゃないですか。もうあそこからぐわーっとエネルギーが動き始めるよね。声に乗るんですよ。もう私はただの動画。はい。今みたいに般若心経を読んでる時っていうのは、椎名さん自身はどんなこと考えてるの？般若心経だけに。般若心経だけに本当に通すのに、なんか集中っていうか、とにかく通してますね。なので私。っていうのは宇宙からのエネルギーを自分を通して、声と一緒に出してるみたいな感じ？そうです。だからいい声でやろうとか、そういう横島な気持ちをちょっと入れずに、声に乗せて、私の声のバイブレーションが神の声と、倍音になるんですね。それがいい特技で、はい、それがね、それを皆さんに、この周波数と、言霊じゃないけど、その本当に周波数を届けるって感じですかね。なるほどね。腹から唱えてますね。だから声が低くなるって言ってもね、おっしゃってる。本当はソプラノ声の。そうだよね。とても心地よかったです。ありがとうございます。嬉しい。なるほど。これね、僕いつも思うんですけど、自由でいいだって言ってたけども、息継ぎするとこって別にこの文のなんかちょっと終わり目とかそういうのでなくてもいいってことですか？しんどくなったらもう切っちゃう？それとも。そうです。でもさ、君はここにいるをさ、君はここにいるって言ったら変じゃん？そうだよね。君はここにいるっていうところで、息継ぎをする方がいい。一回止めた方がいいよね。なるほど。ここにね、句読点じゃないけど、あるのね。あるね。あれ全部についてる？これ。これはね、なんだろう。祝詞の本ですけど。僕もこれ持ってる。句読点ついてる。その辺で切ればいいってことですね。なるほど。そうです。そうか。なんかお経のね、こういうなんか音とかやってるじゃん。お坊さんが何人かでガーって上げてるのを見るとさ、みんな多分いっぺんに息継ぎして止めないように、みんなわざとこうずらしてますね。撮ってるじゃないですか。だからなんかタイミングどうしてんだろうっていつも思うんだけど、あれはわざとやってますよね、多分ね。方々はそうですよね。だって切れないようにしなきゃいけないから。でもそうだよね。切れるから、それは。でもなんかね、もう長年の癖で息継ぎする場所が決まってます。なるほど、なるほど。でも今日早くこんなに吸ってないけど、もっとゆっくり深く唱えるときはもっと息継ぎをしてます。なるほど。そうだよね。息が続かなくなるからね。それでもいいってことですよね。いや、でもなんかこうもう見ないで読めるぐらいに私もなりたい。これで覚えようとして覚えたんじゃないんですよ。
勝手になんか100万回唱えたら勝手に染みつくので。そらね、そのぐらい唱えたらね。ちなみに椎名さんはどんな時に唱えてます？日常で。朝起きた時とか寝る前とか。どちらかといえば私は寝る前の方が多めで、一日の浄化をしてる。ああ、なるほど。濃度を取る時とか。般若心経は普通に歩きながらでも空で言えるから、何もなんか余計なこと、ネガティブなこと考えちゃって歩いてるぐらいだったら般若心経を言っていこうと。なるほどね。昔なんか僕の知り合いのちょっと霊感の強いおばさんがよく言ってたんですけど、なんかこう夜中とか歩いててさ、一人で歩いてて、ちょっと暗いとこ歩いてたら、なんかちょっと怖いなと思う時ってあるじゃないですか。そういう時私は、何やったっけ、なんか、南無法蓮華経とか、そういう短いやつを唱える。そしたらね、その怖いさとかね、なんか嫌な感じがなくなるんだよね、とかって言ってた人がいるんですけど、そういう風にも使えますよね、もちろんね。生活にね、なんか溶け込ましちゃったらいいと思う。般若心経ぐらい。なるほどね。はい。あともう一個僕ちょっと椎名さんに、リクエストしてるのがありまして、それがですね、龍神祝詞。はい。これね、お経と祝詞はどう違うんですか？椎名さんにとってはどんなものになってます？お経は仏教の方ですよね。で、祝詞は神道。お寺とかでね。そうですね。そう。それで、龍神祝詞は特に古神道っていう感じですね。古い方。でも作者が誰かわからないものなんですよ。なるほど。知らないって感じですけど、だけど、ありがたいいいお言葉で、この龍神祝詞で、この道を開いていったり、願望実現ってよく言われてるんですけど、本当願いを叶えてくれてったり、あと、成功を導いてくれたり、願望実現ですかね。あと、ちょっと違うかもしれないけど、災難をこうして排除してくれたりもするんです。すごい。ありがたいね。ありがたいですね。私の師匠って、なんでしょう。いわゆるキャッチーなもの以外の、ご自身で受け取ったものの意味を、また私たちにもお教えしてくださってたんですよ。だからたまにね、なんかよく言われてるものとなんかおっしゃってること違うなぁなんて思ったこともあるんですけど、その時のね。その中のやはりエネルギーに含まれてるものっていろいろあるんだなって思っていただけるので、これはこれしかないっていうふうに思わなくても大丈夫だと思います。なるほどね。これね、僕いつも思うんですけど、龍神祝詞って祝詞じゃないですか。というと、やっぱりその神道というか神社とかでね、あげるといいのかなと思うんですけど、この龍神に限ってはさ、お寺とかにもいるじゃん。はい。そういう時は、これ読んでいいの？でもね、本当は昔は神仏一体だったからいいんだよ。そうだよね。ということだよね。こっちに栗から大竜をもうダラニってお経の強いバージョンっていうのがあるんですよ。このすぐ後ろに龍神祝詞があるんですよ。だから、お経の本なのにどちらも載ってるからいいんです。なるほど。そうだよね。それだって両方の一緒にいろいろ決めたがるじゃないですか。こっちじゃないと何じゃないとダメとか。国境無理に作っちゃったりとかさ。本当地球みんな愛せばいいのになんでそんな切っちゃうのっていうのがあるじゃないですか。ある。そういうのってもうアホ臭いじゃん。ガタン。ごめんね、ちょっとね、今ね、鼻をかみたけてティッシュ一生懸命取ろうとしてんだけど、いろんなことを倒したり、すいません、ちょっとうるさい音を立てました。すいません、失礼いたしました。何やってんねんって感じ。全然いいの。なるほど。そうか。じゃあ、お寺でも、龍神祝詞を読みたいなとか思ったり、龍神さんいるなとかと思ったりしたら、読んでもいいってことですね。はい。だってエネルギー一緒じゃないですか。大天使ミカエルが大黒天様とか、大国主の御子様と同じエネルギーって言われてるじゃないですか。病気治してくれるラファエルは、そしたら薬師如来様と一緒とかさ。
うん、うなるほん。どね。で、はい、見た人の具現化してるものが違うので、見えるだけだから、うん、そんなにうん。私はなんかこうじゃなきゃいけないっていうのは作ってないですね。なるほどね。はるかさんが京都は大きなお寺だったら必ず小さな神社がありますって。ありますあります。必ずって書いたけど大抵っつって、なるほど。もうほとんどなんですね。はい。うん。みおさんは分けたため、聖者の買って、うん。神様、仏様は思い込んで担ぐださるから大丈夫なんですね。まそうですさにそういうそうです。ことですよほんとにその通ね。り。うん。いやー、ほんと素晴らうん。しいです。うはい。ーん。ということでですうん。ね、そんなありがたい龍神のりとをちょっと読んでいただ僕、基本的にはい。龍神様が大好きなのででうんうん。すね、はい、ちょっと龍神の、このうん。皆さんのですね、うん。今、お彼岸ということで、亡くなってしまう僕たちに対してもですね、うん。そしてちょっと今ね、嫌なことがいっぱい起こったりしてるから、そういうん。うものもうん。良くなりますようにというよはい。うな気持ちを込めて、はい。はい、読んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。龍神のりとは、ごめんなさい、喋っちゃった。うん、大丈夫よ、大丈夫。願望実現もあるんですけど、悪を封じ込めたり、自分を邪魔するものを払いのけたりもしてくれます。だからなるほど。それ正解のは、のがそれある。はちょっと意識した方がいいですか？こうやってありそうですね。がたくいただくとき。今ちょっとエネルギー違ったんで、ちょっと整えたので、皆さんはいにはい。その龍が降りてくるように、込めなお、がらいいですね。読んでいきたいと思いまあ、す。じゃあ、自分の願望とかですね、あうん、とはこう悪いものを封じ込めてどっかにやってしまうみたいなね、そういうものも、そう、考えながらお受けしたいと思います。お願いいたします。お願いいたします。龍神のりと、高間が原に増しまして、天と地に見働きを表したも竜王は、大宇宙根源の御親の神にして一切を生み一切を育て、よろずの者をご支配あらせたも王人なればひふみよい胸やことの徳さの見たからの者が姿を返じたまいて、自在自由に天界近い人海を治めたも竜王人なる弟見敬いて、誠の胸一筋に見つかえ申すことのよしを受け引きたまいて、愚かなる心の数々を戒めたまいて、一切衆生の罪汚れの衣を脱ぎさらしめたまいて、よろずの者の病をもう立ちどころに払い清めたまいよろず世界も、御親のもとに納めせしめたまえと恋願い立てまつることのよしをきこ示して、胸の内に念じ申す大願を成就なさしめたまえとかしこみまおす。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、やっなんか、ぱり全然違うね、ノリとやっぱりね、意味がとね、はいえ、ね。やっぱうん。言葉とかも違うし、うん、うね、ん。進め方とかもうん。全然違いますね。やっぱ強めですよね。うんううん。ん。あ、でも、龍神のりとやっぱり好きかも。YouTube にあるんで、聞いてください。あ、そうなんです。椎名さんの、概要欄の方にですね、YouTube の、リンクが貼られてますが、椎名さん、この YouTube の方でも、この、もうありがたいお経を唱えてくださってるのとかがあるので、もし自分が読みたい時とか、ちょっとこうエネルギー強くしたいなとかっていう時は、それを聞いたり、あとは自分で一緒に唱えたりするといいかもしれないうですね。はい。いやー、いいですね。こん。う、嬉しいこと書いてくれてるよ。よしこさんが、椎名さんの説明わかりやすいです。なんかほっとしますということで。いや、ありがとほんとそううございですよます。ね。はい。うん。のんさんはリズム感が違いますね。そうですね。私たおお。ちとはちょっとね。でもこれも慣れてきますよね。こうん。の、やっぱ読んでると。はい。慣れうてくる。んうん。うん。うん。あ、みきみきさんは一緒に読んじゃったっていいんじゃないですか。すごい。さすがです。さすがです。はい。これ、もしもですね、自分で勉強したいとか、うん。なんかやっぱりこういう話を聞いたら、お経とかね、祝詞をあげるのいいなと思ったりして、図鑑じゃない、その祝詞の全集を買うといいですかね。そうですね。あと解説はい。は読まれた方がいいかなと思います。ああ、そういううん。本があったり、今はい。インターネットとかでも多分見れますよ見られね。るし。うん。なるほど。どういうことが書かれてるかっていうのを一応うん。理解してうん。読むと、
さらにいいってことですさらね。にいいですね。でもな分かんなくてるほど。いいですよ。大事な言霊だから、それを唱えてるだけでもいい。そうだよね。うん。そうだよね。昔はだって、なんか、僕が聞いたのは、そういうのって、ノリトだったかな。なんうん。か、大原井の、なんだっはい。たっけ。あうんうん。お、れも、最初は言葉じゃなかったんですよ。音だったんですよね。うん。うーん。でも、あ、じゃなそうなんかったっけ？十日見え見た目観音神尊とかそこら辺のとかはもう意味がない言葉意味がない言葉ってあるんだけど、なんか当て字みたいな感じに。そうそうそう、言っていいでうん。すよっていうものなんですよね。そうなんですよね。だから本当に昔の人ってね。そう、ごめんなさい。音が大事です。音がね。みえみためみたいな感じで、音が大事なんですよ。おお、なるほど。はい。じゃあ結構意識して、はっうん。きりめに一つうん。一つを唱えるといいかもしれないね。いいかもしれない。うん。すごい、面白い。自分のエネルギー変わるから周りも変わるし、振動数、この空気も変わるので、全うん。部が上がっていく。あ、面白いこと書いてます。みつこさんが、椎名さんがお経や祝詞をあげられると消化体が反応します。いや、まさにそうですようん。ね。本そう、当に消化体お掃そういう、除、お掃除。お掃そうする除なんだ。と消化体を掃除すると引き寄せ、ちょっとキラキラスピリチュアルみたいですいません。引き寄せうん。とかできます。おお、うん。そういう意味でも、それもどんなものでもいいってことですよね。基本そうです。はね。お掃除に特化したものとかだと特に。お掃除に特化したものとかあるの？浄化に特化したものって言えばいいか。ああ、なるほどなるほど。うん。面白い。ちょうん。っとなんか皆さん、このお経をあげてほしいっていうのあれば、ぜひ、ますよ。例えば今みたいうん。に浄化のおうん。経とか、はい。消化体を刺激するお経とか、ちょっとそういう感じで書いていただいて、椎名さんにうん。見繕ってもらってたらなんですけど、ここなんか、居酒屋みたいになってきちゃいますが、そんなじゃあさ、居酒屋感じで。話でさ、私南風うん。さんのやつ見たときに、私もミュージはい。カルでと思った。一緒に。ミュージカル出てたの？違う違う、秋田さんと一緒に出たいなと思ったの。ああ、あれ、椎名さんは音楽やってたんでしたっけ？私、声楽専攻、音大で。あ、歌える？そうなんだ。もうそう、まさにお経を読むために。そう、そうなの。夢を見ていたわーみたいなさ、ああいうのもやりたいあわけよ。あ、わお、やりたいね。ねと思っもうて。大好き。はい。ちょっと待って、これ、ミキミキさんのこの、徒歩か見え見た目っていうのは、真相力これはお経のことですか？これはね、お経じゃなうん、くって、祝詞のうん、方に載ってるんですけど、どっちでも載ってますけどね。でもそううんいう、うんもなんていうんだろう、動かしてくれる大事な言葉です。うん。だから漢字なるほどなるほど。あるんですけど、はい。うん、でもその意味わかんなくてもいいから、それは言葉を一つ一つ丁寧に言いなさいって私は師匠に言われましたね。ああ、じゃ、この徒歩かうん。見え見た目っていううん、のをはい。奇数回唱えるそう。といいってことですね。その後、十日見た目観音神相離言多見って入ってくんですけど。あ、まだ続くのね。なるほどなるほど。そうそうそう、でもそこだけでもいいんですよ。なるほど。うんあ、じゃあちょっうん。と2つほど来たので、2つちょっとパパッとお願いしてもいいですか？ミカはい。さんがですね、自うん。律神経を整える通信祝詞をお願いいたし割とます。お経でも祝詞でもどっちでもいいですかね？お経でもいいかな。はい。はい。はい。自律神経、はい。ちょっと待ってて。ちょっと待ってうん。これでいこう。じゃ、短めの。はい、ではおはい。願いします。短めでいきましょう。はい。はい。清払いの言葉になります。はい。はい。祝詞の方です。いきます。はい。清払いの言葉。かけまくも賢きいざなぎの狼つくしの日向の立花のほどの淡ぎ腹にみそぎ払い玉石時になりませる払いどの狼たち今日使え祭る教えのつかさ人まね人たちがくりなく過ちをかせる罪汚れあらんおは払えたまえ清めたまえと申すことのよしを聞くしめせとかしこみまおす。
ありがとうございます。ありがとうございます。うん。なんか、払いたまえ、清めたまえ、うん。いいね。いいでそれをすね。聞くとなんかこうん。う、わーっと。これなんか今の頭にガンガン来ました、僕。自律神経ここら辺だから。自律神経だからかな、すごくなんか頭にガンガン来ましたね。はい。あと、みつこさんがやっぱり浄化に特化した祝詞でも、はい、どちらでもいいと思いますが。お経でもいいですかね、浄化だと。お経でもいいと思います。はい。はーい。ちょっと、早口で言うから、どうしてもこれを言いたい。はい。何というやつでしょう。本当は釈上経っていうのをすべて読みたいんですが、ちょっと時間がね、もったいないから。わかりました。はい。ちょっと短いバージョンで。三条釈上経の短いバージョンでいきます。はい。はい、じゃあいきます。はい、じゃあお願いいたします。はい。三条釈上経。修上、釈上、東岸、修上、節大聖、自尿実道、空用三宝、節大聖、自尿実道、空用三宝、異象上心、空用三宝、発症上心、空用三宝、願症上心、空用三宝、東岸、修上、サ天人寺、航空満願道、空修上、崩壊異尿、空用三宝、地具、小仏、即小膨大、東岸、修上、寝大、修十、大事大悲、一切修上、俗大、修十、大事大悲、一切修上、一条、修十、大事大悲、一切修上、空妙、空用、ほっこり、方々、僧宝、一体三宝。ありがとうございます。ありがとうございます。これはもう尺上ガンってやってるイメージなんです。だから早い。なるほど。なるほどね。さっきなんかこんなの持ってなかった？そうそう。音って大事で、なんか唱えられないの分からなかったら、こういう小道具使っていいです。シャン、シャン、シャン、いいし、これ伊勢神宮の。鈴ね。はい。そういった音で、もう要は音、言霊って音じゃないですか。音で払うんですよ。これ、巫女さんよく使ってる。シャン、シャン。そうですよね。なので、そういったものをご自身で持たれててもいいと思います。だから、いやー、そうだね。太鼓どんどこどんどこもしてくれるじゃないですか、不動明王様の時。あれもやって出してくる。じゃああれもそうだ。なんだったっけ、ホラ貝みたいなのもありますよね。山伏さんのホラ貝とかね。なるほど。いや、皆さんちょっと浄化されパワー感じますとか、お経いいとかちょっと言ってくれてますが、はい、ちょっと、お時間あるので、ちょっとあとお水よく飲んでくださいね。そうね、皆さん飲んでくださいね。ちょっと、2つぐらいいけるかな。いけるかな。この、ひふみのりとっていうのが気になりますって言って。ひふみのりとね、ひふみのりとね。ひふみのりと。これはどんなものなんですか？ひふみのりとは、なんだっけ。昔の日本のやつ。昔の、ちょっと今どうイーロンハニホイヘットみたいな。そう、それです。そうですよね。はい。それです。はい。でもこれってこのお経本に実は載ってなくて。そうなんだ。そう。でも古いってこと？古いっていうか、ここの銅像の宗派にも入ってないということじゃないでしょうかね。どんな時にこれ読むんですか？ひふみのりと。どんな時でもいいんですけど、そうですね。ひふみのりと。宇宙の根源とつながるとき。すごい。つながりたいよね、みんな。じゃあ載ってないひふみのりと読んでいただいても。はい。ちょっと今出しましょう。ちょっと待ってくださいね。私の、全然ちょっと取りに行けばあるんですけど、ここちょっと離れちゃうとあれなので、今ネットで。わかりました。そうか、ネットにも載ってるってことですね。はい、載ってます。いや、でも本当に宇宙とつながるひふみのりと。もう大丈夫ですか？はい、大丈夫です。これは言葉では、そうなので、もうそれこそ音玉です。なるほど。はい。じゃあ皆さん、音を聞いてですね、エネルギーを感じたい、そして宇宙とつながっていく、そんなイメージを持ちながら、はい、シナさんののりと聞いていたひふみのりとよろしくお願いします。はい。ひふみのりと、
ひふみよいむなや、こともちろらね。しきる唯一わぬ、そうだわくめか。うおえにさりへて、のますあせほれけ。ありがとうございます。ありがとうございます。比較的短いんですね。何ですか、いろはにほへとの言葉だけなので50音っていうんですか？そういうこと？そう。はい。へえ、面白い。それも意味があるってことですよね、あります昔の人は。ね。そうなんですうよ。ん。あるんですけど、私ちょっと向こうに置いてきちゃったんで、なんかね、あいうえおのアナグラムですよね。そうだよね。順奥番。深いね。お経とか祝詞とかって言っても、特になんかお経ってそういうのがなんかすごくこう入ってるような気がしますね。いやー、いいです。ありがとうございますね。ぜひ、ちょっともう、50分からヒーリング開運エネルギーを送ってですね、今日は椎名さんに最後、なんだ、お経でしたっけ？あげてもらおうと思ってるんですが。ご神言。はい。それはどんなものでしたっけ？はい。お彼岸なので、地蔵菩薩様のお経だとすっごい長いんですよ、ページ数が。なので、ご神言だけお唱えいたします。で、それは、上に帰っていく、魂さんが帰っていく道を、こっちだよっておじさんが引っ張ってってくれるんですね。あとは、水黒葉とかでよく使われるんですけど、お子さんのためにっていうのがあるんですね。生きてるお子さんですよ。お亡くなりに早くなられたお子さんもそう。で、あと、自分の中、またはどなた様の子供じみた心、そういったものも、汚れとしてお掃除してくれます。だだっことか。なるほど。あと、それの信号。ない考え方とか。で、さっと整えてくれます。なるほど。切ったりとか、はつるっていうのは剥がすって意味なんですけど、切る、はつるっていうのがお得意で、取ってってくれます。ちょっと面白いコメントがあって、はるかさんはお守り持ってこよう、お地蔵様の。持ってるのね。これ、お地蔵、何だっけ、名前、タイトル。地蔵菩薩。地蔵菩薩。はい。です菩薩様ね。なんですよ。のんさんが画面のあきらさんがピカピカしてきた気がしますね。面白いですね。はい。それをね、ちょっと今日は読んでいただきますので、楽しみにしててください。50分からね、ヒーリング開運エネルギーのね、最後にそれを読んでいただきますので、はい、楽しみ。これかな？これかな？かびさん。そうです。ピンポーン。なるほど。これを唱えてもらうということですよね。はい。今日は15回唱えていただくようにお願いしてます。やっぱりこの奇数で、たくさん読むといいってことですよね。そうですね。奇数がいいです。とにかく奇数です。宇宙って奇数で回ってるからね。いや、本当奥深い。奥深い。時間足りなかった。そうですね。いや、また、ゲストおかわりでお願いしていいですか？はい。そして椎名さんの YouTube のチャンネルでも、この、お経とか祝詞もやってるのかな？やってます。はい。はい。上げてらっしゃいますので YouTube を、はい、そちらの方もね、ぜひ読んでいただいて、はい、よく聞いていただきたいなと思うし、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄に書いてますので。はい。ちょっと最後になりますが、椎名さんにとってですね、お経とは、祝詞とは、そしてこれからなんかやっていきたいなと思っていることあればお聞かせください。ありがとうございます。ですね、お経とは、祝詞とはだと、私の師匠ってもう引退されちゃったんですよ。それでもうこれからどうやって学んでいけばいいんだろうって思った時に、100万回唱えたらわかるわよって言われたんですね。奥深い。100万回。唱えれば、もう宇宙が、なんていうの、私の守護霊さんとか、上の方が全てお教えてくださるからって言って、師匠から学ぶ、人から学ぶんじゃなくて、上から学ぶんだなっていうところで、これからもちょっとまだ探求していきたいなと思ってます。100万回か。ちょっと今、
ちょっとだけふっと思ったんだけど、100万回唱えるときって数えたりするの？しないそんなしないよね。そうだよね。そうだよね。そんな暇じゃないわよね、シールさん。でもそのぐらいってことですね。もう毎日とか唱えてると100万回につながるってことですよね。はい、そうそう。なるほど。ちょっと私も頑張って読んでみようかな。みおさん、はい、宇宙は奇数で回っている方とかですね。はい、はるかさんも登録しときますって言って、みきみきさんもしますって言って嬉しい。ね、はるかさんはありがとうございますも100万回唱えると言って、そうですね。だからそういう気持ちを持って言っておくっていうことが大切ってことです。ありがとうなんてね、言おうと思ったら一日に何回でも言えるもんね。すいませんって言うて、ありがとうございますの方がいいですよね。ああ、それも僕好き。すいませんよね。ありがとうございます。気持ちいいですよね。あんまり、もうエクスキューズミーじゃんとか思っちゃう。うん、なるほど。ねえ、違うじゃん。そうだよね。ということで今日は椎名さんにですね、お経と祝詞のパワー、まあ特にね、この間一緒に飲んでた時に、お経とか祝詞いいんじゃないっつってたまたまだったんですけど、よく考えたら、このお彼岸の時にさすが来てもらうなんて最高じゃん。これは宇宙の計らいでございますわね。ですね。本当に。そして今日はですね、これから、ヒーリング会員エネルギーを送って、椎名さんにもエネルギーを送ってもらって、最後に椎名さんにその、信号を菩薩じゃなくて、菩薩だったっけ？菩薩ですよ。地蔵菩薩。そうですね。地蔵菩薩の、信号を唱えていただきたいと思います。このエネルギーをですね、受けて皆さんにとっても、皆さんの魂も、そして亡くなった方、ね、なんかこう最近こういうちょっとお彼岸なので亡くなった方と話すとかいう YouTube をしてたらですね、やっぱりこのつい最近にお母様お父様が亡くなられたとか、友人が亡くなられた方とかって結構いらっしゃるんですよね。はい。ですからそういう人たちも、含めてですね、魂が、救われますように、そしていいエネルギーに変わりますように、そして宇宙も変わってみんなも幸せになりますように、そんなエネルギーをね、送っていきたいと思います。はい。なので、お水ちょっと飲んだ方がいいですね。みんなね、やっぱりこのエネルギーすごい強いのになったりするとね、お水とか飲んどくといいので。そう、気当たりしないように。はい。そしてですね、もし、これから波動がいっぱい行くので、いい波動がですね、ペットボトルのお水とかお茶とかコーヒーとか何でもいいんですけども、まあ置いとくとですね、そこに波動が移って波動水っていうのができるので、もし興味のある方はそういうのを作ってみるといいかもしれないですね。はい。そして、すでに暑いという方もいらっしゃいますが。ちょっとね、燃えてますよ、今日とかね。椎名さん登録します。ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。はい。そしてですね、これからエネルギーを送りますので、体全体で受けてみてください。そうするとですね、じりじりしたり、なんていうかな、柔らかいところが痒くなったり、または熱くなったり、冷たくなったりとかいう感じます。感じなくても確実にエネルギーがいってるんですが、はい。感じるとね、これがスピリチュアルのエネルギーなんだということが分かったりしてありがたくも思いますしね。ぜひ感じてみていただきたいと思います。はい。ということで、じゃあ始めていきたい。まず僕から始めて、椎名さん入ってくださいって言ってて、で、最後の方に、じゃあ信号お願いしますって言ってやりますので、はい。お願いいたします。はい。では、まず僕から始めていきます。ヒーリングのエネルギーを今送り始めています。このヒーリングのエネルギーはですね、皆さんの調子の悪いところ、体の調子の悪いところ、そういうところを癒してくれたり、心の傷を癒してくれたり、そんなエネルギーです。そして、開運エネルギーを皆さんに送っています。このエネルギーをですね、受けることで何かいいことが起こるんじゃないか、または自分の背中をポンと押して前に押してくれる。そんなエネルギーです。ヒーリング界エネルギーのエネルギーを皆さんどんどん感じてみてください。そして椎名さんにもエネルギーを送っていただきます。椎名さん、お願いいたします。はい。来てます。今、強くなりました。このエネルギーをですね、どんどん皆さんに浴びていただいていただきたいと思います。それでは、このエネルギーを自分の体の中に取り入れていきたいと思います。鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの喉、胸、お腹のあたりがどんどん熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときは、あなたのいらないエネルギー、いらない思い入れ、体の調子の悪いところがあれば、そのエネルギーも口から出て地球に帰っていくところを想像してください。
もう一度鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの体がさらにどんどん熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出し、吐き出すときはいらないエネルギーを吐き出してください。もう一度だけ鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの頭の先から足の先までエネルギーが熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときはいらないエネルギーを全部吐き出して、全部吐き出したと思ったら普通の呼吸に戻してください。引き続き、ヒーリング界エネルギー、そして椎名さんのエネルギーを皆さんに送っています。このエネルギーをどんどん受け取っていると、もう皆さんの体にはエネルギーがいっぱいになり、自分の体から溢れ出てくるエネルギーを感じ取ることができます。それではこのエネルギーを、自分から溢れ出ているエネルギーをあなたの愛する人、家族や友人、そしてご先祖様や亡くなった方にも今日はお彼岸なので送りましょう。そういう人たちにもこの溢れ出ているエネルギーを投げかけてあげてください。そうするとあなたの愛する人が笑顔になり、どんどん元気になっていく、そんな姿を見て取ることができます。また、自分の体の調子が悪いところがある人は、そこにもエネルギーを投げかけ、波動水を作っている人は波動水へ、そしてブレスレットなどエネルギーを注入したいものがある人はそこにもエネルギーを投げかけてください。そうするとあなたを中心にエネルギーの流れがどんどん出て、この渦があなたのエネルギーをより強くし、そして大きくしてくれるのがわかります。今日はお彼岸のため、シナさんにお経やノルトのパワーをいただいたり、いろいろお話を聞きました。そしてさらにですね、皆さん、そして宇宙、そして亡くなった方たちの魂にめがけてですね、これから椎名さんに真言を唱えていただきたいと思います。では椎名さん、よろしくお願いします。オンカカカビサンマエソアカ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 。ありがとうございます。それでは皆さん、今日も楽しい時間をありがとうございました。そして宇宙とつながり、宇宙から皆さんが幸せな気分になるエネルギーがどんどん流れてくる。そんなイメージを持って今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。椎名さんもありがとうございました。ありがとうございます。いいね、信号も。ったね、今日。なんかぐるんぐるん動く、それでなくてもね、エネルギー強かったけど、それがなんかこう、はい、動いた。皆さん、いかがでした？ 2倍じゃなくってさ、なんていうの、4倍みたいな、なんていうんだっけ、平方メートルみたいな、なんか事情か。事情でね、さらに大きくなるってことですよね。すごいね、こういうの。関係ないけど。何色お揃いにしてきたから、アキラさん。本当だ、ピンクと白で。本当だ、今日はピンクで、白で。色のパワーもね、ありますしね。そうだよね。今日も最高ミラクルとかですね。強いエネルギーありがとうございますが、体調良くなかったのでタイムリーにありがたい、嬉しい。今日噛み替えてて、嬉しい、素晴らしいパワーね。ありがとうございますとか、ありがとうございますとか、ピンクとかで。はい。そして、よしこさん、ピリピリでした。ありがとう。言ってますね。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。ってくれてます。神様、ありがとうございます。ピンク色に一石、ありがとうございます。ねえ、本当にみおさんがおっしゃるみたいに、みんなの気持ちが
合わさりました。またこの木が、中が米のやつでね、素敵ちゃんとです。昔の木使ってて偉い。本当だね。畑さん、すごいエネルギーでした。手が真っ赤になりました。ありがとうございました。ということで。ありがとう。はい。いや、ありがとうございました、椎名さん。ということありがで、また来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。喜んで。はい。そして皆さん、はい。そして皆さん、今日めちゃくちゃ強いエネルギーがいっているので、お水飲んどいてくださいね。そして深呼吸を2回ぐらいやって、頭痛してる人もいるかもしれません。はい。お水を飲んで、深呼吸2回ぐらいゆっくりすると落ち着いてきますのでね。はい。皆さんも。大丈夫。そうですね。あ、よかった。のんちゃんがね、のんさんが前向きになりました。早速ご飯誘ってみよう。そうね。軽い感じで誘ってください。あまり重くならないようにですね。はい。チブさんもちょうどヒーリング受けられました。よかった。ミラクルラブ。あ、じゃあ最後にそうでした。ミラクルラブをじゃあ一緒にしていただいてよろしいですか、椎名さん。はい。ということで、みんなの幸せになって、ミラクルラブ届いたかしらということで、今日のゲストは、軌道修正ヒーラーの椎名さんに来ていただいて、お経やノリとのパワーをいただきました。ありがとうございました。ありがとう。ということで、皆さん、今日もありがとうございました。ね、ぜひ、ノリとのとことか、もう一回聞き返したり、または椎名さんの、チャンネルでも、YouTube チャンネルでも読んでくれてますので、両方行っていただければ嬉しいです。はい、ということで。させてね、龍神のりと間違えずに、次はリベンジ。あ、そうなのね。はい。でも、すごくパワフルでした。よかったです。はい。ありがとうございました。ということで、みんな、おやすみなさい。はい。ありがとうございました。椎名さん。